こら、クミ、鶏追っかけて遊んじゃあかんじゃろ。組より8つ上の長男、ただしは、コロールにあった寄宿舎から戻っていた。今日は父さんが帰ってくるきん、卵潰すんでないで。また母さんが、ばあさんに叱られる気に。ただしは、夢中で鶏を追っかける組に注意した。組、兄さんの言う通り、もうええ加減やめんで。ばあさん、もうじき帰るで。知恵もただし同様、みゆきが祖母のお今になじられるのを心配していた。そのお今は、田舎で、鬼のお今藩と呼ばれていたくらい、男勝りで気が強く、みゆきへの嫁いびりも相当なものであった。船長となった和夫は、日本とパラオを往来する長い航海で家を留守することが多く、この日は月に一度の帰宅日だった。それを知っていたただしは、父が持ち帰る土産目当てに、一時帰宅していたのだ。みゆきは朝早くから和夫の帰宅に備え、知恵と慌ただしく、支度を整えていた。エミは暇なんじゃから、クミ連れて外で遊んでこい。忙しそうな二人を気遣って、ただしが言った。兄さんまでそんなこと言うて、エミは組の子守じゃないきん。しょうがないな、たまにはわしが相手したるか。それを聞いた組が庭先で一番高い足の決めがけ駆け出し、おぼつかない手つきであっという間にスルスルと登っていった。すると今度はエミが慌てて駆け出し、兄に見せつけるように組を追い越してさらに上へと登っていった。兄さん見て、エミの方が高いで。兄さんも登ってきて。もうわかったきん、はよ降りてこんか。学業の成績は優秀なただしだったが、運動はあまり得意ではない。中でも木登りは大の苦手だ。エミが不満げな顔で降りてきた。組も降りようとするが、下を見た瞬間、足がすくんで降りられない。戸惑うただしの背後から、聞き覚えのある威勢のいい声が聞こえてきた。こら、木から降りんか。和夫が予定より早く家に着いたのだ。機嫌を取り戻したエミが駆け寄ってきた。エミ、えらい木登りがうもうなったな。そう言ってエミの頭を撫でると、和夫はいともたやすく木に駆け上がり、組を小脇に抱え降りてきた。ただしは思わずほっとしたが、父にはかなわないと思い知らされた。抜群の運動神経にずば抜けた頭脳。何事もそつなくこなし、船舶の免許も簡単に取得すると、短期間で操縦をマスターし、次々と大型船に乗り換えていった。何をどうあがいても父には追いつけない。それでも勉強だけは自信があった。いつか絶対に父に認めてもらえる存在になろう、ただしは改めて、そう決意するのだった。母さん、えらいことや。組が泡吹いとる。知恵が慌ててやってきた。どしたん朝から。みゆきが駆けつけると、組の周りに卵の殻が転がり、上着が黄色に染まっている。まだ一つ違いの幼いエミが、面白がって、組に生卵を何個も飲ませていたのだ。組がどんどん食べるきん。つい。エミは反省した様子で言った。需要はあるけんど、こんなにようけ食べさしたら、腹を壊すでよ。みゆきは組の背を叩き、卵を吐かせた。
そこへ文雄がやってきた。ふみ、大丈夫かいな。ちっと、治療が効きすぎてますけんど、時期治るで。エミもまだ小さいきん、悪気はないがの。そいよりみゆきさん、和夫はまだ帰ってこんのか。文雄は心配そうに聞いた。まだ戻っとらんで、仕事が外に忙しいしとるでないですかね。このところ、和夫はほとんど自宅へ戻っていない。子供たちは、みゆきから父の仕事が忙しいと聞かされていて、特に気にも留めていなかったが、文雄には心当たりがあった。しげ、ちっとじいやんと出かけるきん、用意しといて。じいや、ここ、誰の家？父さんが、ここにおるきに。なんで？知恵には理解ができなかった。なぜ、父がこんなところにいるというのか。しかし、その答えはすぐに明らかとなった。文雄がドアをノックすると、奥から若い女性が顔を出した。はーい。どちらさんで？そういった女性の後ろには父、和夫の姿があった。知恵はとっさに、文雄の後ろに身を隠した。子供ながらも、見てはいけないものを見てしまった。そんな思いに、今にも心臓が破裂しそうだったからだ。文雄は二言三言、和夫に話をすると、知恵の手を引いてその家を後にした。知恵は和夫にお灸を据えるため、文雄に連れて来られたわけだ。それでも和夫は家に戻らなかった。そこで、文雄は一計を案じた。みゆきさん、和夫はどうしようもないで。二月ほど前に知恵を連れて行ったけんど、そいでも戻ってきよらんわ。そううち、もうてくると思うて、待っちょるで。みゆきは慌てた様子もなく、穏やかに答えた。そいではいかん。あれは帰ってこん。みゆきさん、悪いがの、一度田舎に戻ってくれんか。文雄に促されたみゆきは、身支度を整え、翌日、組を連れて徳島の実家に戻っていった。不肖の息子、和夫に、最終宣告を突きつけたのだ。家族を巻き込んだこの一大戦略は、見事に成功した。一報を聞いた和夫は、さすがに驚いて、家に戻ってきたのである。